はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月25日繁栄月食から4月9日お羊座で起こる皆既日食までの2週間を星の解説も踏まえてタロットで見てみたいと思います。よろしくお願いします。はい、お知らせなんですけれども、アストロフレンズタロットフレンズという私の方で星のことが好きとかタロットのことが好きっていう方向けのメンバーシップをやっています。4月もね5月もリアルで勉強会をしたりとか、東京で勉強会をやったりしますし、5月ですよねやりますし、また動画もね300本以上も見放題になっていますので、ご興味ある方は概要欄から詳細ご覧ください。また勉強したいわけじゃないんだけど情報だけ聞きたいなという方は LINE の方でLINE フレンズというメンバーシップもやっています。こちらは新月のエネルギーとか満月のエネルギーとかそういうのを情報発信していますので、そちらもご登録お待ちしております。個人鑑定もそのメンバーシップの方優先にご案内していますのでよろしくお願いします。では行きましょう。はい、じゃあ行きます。よろしくお願いします。タワーペンタクス5の逆、カップクイーン、ペンタクス10逆、お月さん、ソード4、ペンタクス4、気をつけることや対策は皇帝、そしてスターですね、スターの逆、そしてオラクルははいソードの9。なるほど、そうですか。ちょうどねもう過ぎましたけれども、3月20日の春分の日からすごくエネルギーが変わってくるんですね。何か明るくなる。そしてその3月20日っていうのがちょうどね、カニ座の皆さんにとってはその春分図のねアセンダントっていうポイントがカニだったので、強く影響するだろうなと思っていたんですが、やっぱり影響してるみたいです。で今回は3月25日からですけれども、やはりこのねもう20日から始まってるこのなんか流れが変わってる動きに対し、やはりこれまでの自分の習慣というものを変えるのが怖いっていう感じがしますね。ただ宇宙はすごく推してます。なんか自分の望むように生きていいんだよとか、もっと自分を信じていいんだよみたいな、そういう宇宙の応援はすごく来ています。要するに私たちが頭の中でいやいやいや怖い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 とか言ってすごくこう抵抗していることに対し、宇宙を温かく推しているっていう感じがするので、カードで見る限りはやはりご自身が本当に自分の力を発揮していくっていうのがちょっと怖いのかなっていう印象がありますね。ちょっと星の話になるんですが、今すごく特に3月20日っていうのは自分の社会を自分でどう生きますかとか、自分の社会をどう作っていきますかっていうのがすごくテーマになってきて、ある意味社会運があったり社交運があったり外と関わりやすいという時ではあるんですが、いやいや私はもう少し家の中でゆっくりしてたいですみたいなそういうのもあるかもしれないですし、もう一つね、4月の2日から4月25日までっていうのがちょうど彗星の逆行期間になりまして、この期間っていうのは個人的な思考で言うと希望とかね企画とか目標とか立てるんだけど、やっぱりなーって言ってこう後ろ向きになったりとか、考え方が変わったりとか見直ししたくなったりとか昔のことを思い出したりとかっていうのをしやすいんですね。で現実的には交通手段が乱れやすかったりメールが届かないとかコミュニケーションで誤解が起きやすいって時なので、社交運があるからこそしっかりと他者とのつながりっていうものは確認していきましょうっていう時なんです。なのですごくその中にはね内弁慶でとか人見知りでっていう方も多いと思うんですよね、患者さんの皆さんって。だけどすごく今外に出てよみたいなこう宇宙の流れがあって、もしくは働かなきゃ私みたいな風に思ってる方もいらっしゃるかもしれないし、なんかそれに対してこう新しい道行くっていうのがすごく怖いのかなっていうのと、あと何かを壊さないと新しい自分になれないっていうふうに思っているのかもしれません。でもこの3月25日の月食ってまさに何かを壊していくっていうのにぴったりのエネルギーなんですよ、実はね。怖がらないでねみたいな時なので、それをやはり患者の皆さん感じてるんだなって感じがしました。ちょっと見てみようかな。まるで今まで積み上げてきた自分自身を壊してしまうかのような感覚かもしれませんが、新しい自分の方がよっぽどこれからの自分にフィットしてるなって感じがします。なんかお気に入りのお洋服を
小さい時からずっと大事に着てたお気に入りのお洋服 T シャツとかがもう自分の体は成長しちゃってピチピチで着れないみたいなね、でもこの服大好きだからずっと着てたいって思ってるんだけど、もういっそのことその服は置いて新しいエネルギーを身にまとう方がこれからの自分にふさわしいよっていうタイミングっていうことですよね。何かこうもう一つ補佐で引いたのがワンドロさんということで、やっぱり未来に対してのエネルギーにフィットしてるかどうかっていうのがちょっと判断ポイントですね。もちろん大事なものをこれからもずっと継承していきたいとか大事にしていきたいっていうのももちろんいいんですけれども、過去の自分が好きだったものなのか、過去の自分を癒すためのエネルギーなのか、未来の自分に対してのエネルギーなのかって言ったら、完全にこれは未来の自分に対してのエネルギーです。これから自分がもっと自分の力を発揮していくとか、自分を信じていくってなった時に必要な自己改革を宇宙が促しているっていう時なので、もし怖い怖いと思ってるとしたら、何か変わるのが怖いんだなって、何をそんなに恐れてるのかなって思ってみたらいいし、それは決して過去の自分を否定するものじゃないんだよっていうメッセージもありますので、そこは注意しておいてください。それとなんかね、自分にはその価値がないんじゃないかっていう感じがするんですよね。そんなことないですよ。それは自分が自分のことをどう見てるかっていうのがもう全て、自分が見てるこの世界観っていうのが全てになるので、自分のことを決してね卑下しないでください。例えば自分なんてって思うのは、何と比べてそれは自分がどうだって言ってるのか、どの状況の中で自分はどうだって言ってるのか、例えばそれが他者なのか、もしくは理想像なのか、自分の理想像に比べて自分はダメだと思ってるのかっていうことなんですけど、それも全部自分の頭の中だけで起こってることなので、事実は別なんですよね。事実としては今ここに自分は存在している、それが素晴らしいっていうことなので、何ができてるとかできてないとかっていう自分の頭の中で作り上げてる判断の中で自分を苦しめないようにしてください。それが一番のメッセージですね、この2週間のね。そしてなんか自分を卑下したり低く見せることによって他者からのエネルギーをもらおうとしてるっていう感じもあるんです。である程度は入ってくるんですけれども、やはり自分でここは立っていかなきゃいけないっていうのかな、自家発電していかなきゃいけないので、ずっと他者からもらい続けるわけじゃなくてね。なので自分からその湧いてくるエネルギーを感じてみてくださいねっていうふうに言われてます。そしたら実際は今ちゃんと周りにたくさん人がいるじゃないですかとか、自分のことを認めてくれる人もいるじゃないですかっていうメッセージもありますよ。時にはねもうネガティブキャンペーンということで、いやもう今週はもう私こもっときますとか、もう落ちますみたいな感じで好きなだけ落ちてるっていうのもいいと思うんですけれども、なんとなくこの2週間のメッセージとして思うのは、自分が頭の中で繰り広げる世界観の中に自分が浸って自分のことを否定したいのかなとか、なんか怖がってるのかなっていう感じがしたんですけど、ただ宇宙の流れ的にははい変わる時が来ましたみたいな感じの流れなので、それをどう受けるかですね。そして気になったのはやっぱり何か変わっていくっていうことに対して別に失うわけじゃないんだよっていうことなんです。何か変わることによって何かを失っていくんじゃないかと思うかもしれないけれど、それは失われないです。自分の感覚の中に、自分の細胞の中にその過去経験したことっていうのは全てあると思ってもらったら、決してそれはなくならないんだよっていうふうに言われています。そうね、やっぱりこの補佐カードはね肯定にスターなんですね。だから本当は自分の夢を生きていいし、本当はもっと自分で強いんだよとかっていうのもね、等身大の自分で生きてもいいはずなのに、なぜか自分でそれを認めないみたいな感じがあるので、そこですかね。ちょっと補佐カードじゃなくてセルフセラピーカードにしましょう。気をつけることを見てみますね。じゃあ飲みます。はい。隠れた事故が出てきてますよっていうことでね、いいことじゃないですか。
みんな自分のことをこういう人間だって言ってるけど、それ本当ですかって感じで、こういう人間じゃない自分だっているかもしれない、私だって私のこと全然違うまた自分がいるかもしれないということで、いろんな自分がいる中で新しい自分っていうのが今出てこようとしてるよっていう感じです。それを自分で恐れているのかもしれないですよね。気をつけること、対策ね、手放してくださいっていうふうに出てます。手放す、これは過去を手放す、思い出とかねっていうことなんですよね。ちょっとカードこの全体から手放したくないんだっていうのが出てるんですけど、思い出を手放したとしても本当に大事なものをなくすわけじゃないんです。なのでそこは見事な宇宙のカリキュラムというか、自分の頭では想定できない、考えられないような、きちんとなんていうのかな、きちんと成り立ってるこの自然界のエネルギーがあると思うので、自分の中で全て壊してしまったと思っても、いや壊れてませんよっていうのもあれば、もういいやって言って手放すことによって逆に浮き上がってくる何かっていうものもあると思うので、そこは心配しないでください。そしてこの2週間でね、手に入る、与えられるものはこれだね。はい、アバンダンスということで豊かさが入ってきます。心配ないです。もし何か金銭的なことを心配されている方も、そんなに金銭的なことは大丈夫だよっていうふうに言われてますし、また豊かさっていうのはやっぱり何を豊かだと思うかってことなので、人間関係なのか状況なのかチャンスなのか、自分が欲しいと思うその豊かさのチャンスが入ってくると思っておいてください。そして最後ははい、ビジョンということで次のところに向かっていきますね。次のところに向かっていく、新しいなんか島に向かっていってるっていう感じがあるので、新しい島って今の患者の皆さんにとってはどういうとこなんでしょうね。この流れをね、お仕事にも踏まえて考えてみてください。ただお仕事何かご自身ではみたいな一つのことがきっかけでちょっとびっくりしたことがあったりとかして、そのことがきっかけでもうダメかもみたいに一つのことでガタガタガタってなってたかもしれないけれど、そんなことで自分の全てを奪われないんだっていうことをちゃんと覚えておいてほしいっていう感じかな。はい、ということでここまでにしておきます。また次回4月の頭にちょっと長めのね3ヶ月分の動画も撮ろうかなと思っていますので、楽しみにしててください。もし何か分かりましたとか良かったですという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録、そしてコメントで教えていただけると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。